こんにちは、すみやです。今日はシースターの新型についてです。シースターのね、コミュニケーションサイトでシースターの新型機種の発表がありました。写真1枚だけなので、本当にどんなものかよくわからないんですが、皆さん、シースターのね、ニューバージョンがもうこういう風に登場しています。はい。ニューシースターカミングスーンって書いてますね。これシースターが公式にアップしている写真ですから間違いないと思います。これを見るとですね、シースターの現行機種に比べてね、レンズが筐体の真ん中に少し小さく表示されているので、口径が少し小さいものじゃないのかなという感じがします。もう一つ言えるのは、このシースターのメインレンズの上にですね、ものすごく小さいレンズがポチッとついてますね。で、これはね、多分ドワーフ3と同じように二眼カメラになるんだと思います。このドワーフ3のね、二眼カメラを縦にした感じで見えてますので、ちょっと並べてみるとね、わかりにくいかもしれませんが、このドワーフ3とほぼ同じぐらいの口径ではないのかなという感じがしますね。上にした方がいいか。こんな感じでね、ドワーフ3と似たような口径になるんではないかなというふうに思います。これがね、50mm からさらにサイズアップして 60mm、70mm、80mm にしたらね、本体の外枠がものすごく大きくなりすぎているので、これはちょっとありえないような感じがしますね。はい。ですから、シースター S50 のね、小型バージョン S40 とか S30 とか、あるいはその中間の S35 とか出てくるんではないかなというふうに私は予測しています。そうするとね、ドワーフ3とかなり似たようなね、ことができるようになるんじゃないかなというふうな感じがしますね。残念ながらシースターは太陽とか月を見つけるときにいろいろ苦労してますね。自動で見つけてくれるモードはあるんですが 100% 成功するとは限りません。で、そこにね、小さな広角レンズをつければね、それで太陽とか月の位置を探して簡単に導入できるという機能が追加できそうな感じですね。昼間はね、明るいのでどうしてもね、月とか太陽を見つけるのは難しいし、バードウォッチングでね、鳥を探すにもものすごく焦点距離が長いので、なかなか見つけるのが大変でした。で、それをね、解消するために二眼カメラにしたんではないかなというふうに思います。いつ登場するのか、どれぐらいの性能なのかっていうのもね、もちろん気になりますが、小型軽量でドワーフ3のような使い勝手を目指すのがスマート望遠鏡の王道ではないかなと思いますので、小型バージョンが出てくるというふうな感じがします。だから今までのシースター S50 のユーザーがもう1台追加で欲しくなるような、そういう S30 とか35とかね、40とか、そういうものになるんではないかなと個人的には思います。新しいスマート望遠鏡を出すとしたら、さらに小型軽量で安いスマート望遠鏡を出すっていうのが王道ではないかなという感じがしてますので、私の予想は S30 ぐらいかなというふうな感じがします。それからドワーフ3にはマグネットでね、付けられるこういうソーラーフィルターがありますけれども、今度の新しいね、シースターニューバージョンにも小さいレンズと大きいレンズの外側にね、何か少し出っ張りがあるような感じがしますね。そこが磁石になっていて、カパッとソーラーフィルターをつけられるようになるんじゃないかなという予想をしています。S30 はさらに太陽撮影をより簡単にするという点ではね、今の S50 はソーラーフィルターを上から押し込む感じでね、つけるときにちょっとね、望遠鏡が揺れたりするんですが、そういうのをなくすためにはね、磁石でカチッと
簡単につけられるようにした方がいいと思いますので、そういう使い方が考えられているんではないかなというふうに予測しています。当たるかどうかはわかりませんが、世界中のたくさんの人に天体望遠鏡を使ってもらおう、スマート望遠鏡を普及しようと考えたら、さらに小型軽量安価なスマート望遠鏡を作る方がいいんじゃないかなと思います。ZWO が作るスマート望遠鏡の近いシステムはね、ASI2600MC Air が登場したことで、高級路線はそっちに行くでしょうし、AM3 に ASI Air を搭載する構想もあるようですから、多分ね、さらに本格的な天体撮影をする人たちには、そういう選択肢はもう用意されているわけですから、私はね、まだ天体望遠鏡を買ったことがない初心者がもっと簡単にもっと楽に天体観測ができるスマート望遠鏡になるんではないかなと期待しているところです。シースター S50 でも十分ね、初心者が使える簡単さはあるんですけど、さらにそれをね、極めようということではないかなと思います。ドワーフ3もね、シースター S50 よりもさらに利便性を高めてきていますので、アプリのね、アップデートで次々に性能が向上してくれるのが非常に嬉しいところですよね。はい。ドワーフ3もね、前機種のドワーフ2と同じようにアプリを開発して使えるようになっているようですから、シースター S50 と、それからその小型バージョンであるニューシースターが多分同じアプリを使えるようになるというふうに考えると、非常に合理的に開発が進みますので、そういう方向に進むんではないかなというふうに思います。とりあえず私の予想はそんな感じです。この ZWO 対ドワーフラボの技術開発競争、目が離せないですよね。これからもね、次々に新機種が出てくると思いますが、天体観測人口がね、爆発的に増えそうな感じがします。天体観測初心者、あるいは天体望遠鏡を持ってない人が初めて買う望遠鏡として、シースターのニューバージョンとか、ドワーフ3とか、そういう簡単な天体望遠鏡が普及することが、市場開拓の上で大きなメリットがあるんではないかなという感じがします。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。えい。